Hi guys, I'm Johnny from Cinedy, and to celebrate the release of the Lumix GH6, I conducted an interview with Yosuke Yamane-san, head of Panasonic's imaging unit. Let's hear his answers to my questions about the new camera and more. This is a Cinedy Gear News video, supported by B&H and CVP. Yamane-san, thank you for your time. Panasonic has just officially released the Lumix GH6, and I would like to congratulate you for bringing a very capable tool to the market. I really enjoyed using it. ジョニーさん、ありがとうございます。まずは我々が満を持して市場に導入をする GH6 を高く評価をしていただき、誠にありがとうございます。また、昨年の GH5 M2 導入時に続いて、今回もこのような機会を設けていただき、大変感謝しております。Yamane-san, let me start the interview and first thing first. The GH6 was originally supposed to be released during the fourth quarter of last year, but there was a significant delay in bringing it to the market. Can you please share with us what has actually caused it? GH6 は昨年開発発表を行ったことで、多くの反響をいただき、その期待値は我々の予想を上回るものでした。クリエイターの皆様のご期待にしっかりお応えをするためにご満足いただける高い性能の確立に時間をかけ開発を進めました。導入を心待ちにしていただいているお客様にはご心配をおかけしましたが、自信を持ってお客様にお届けできる妥協のないパフォーマンスを確立することができました。開発のプロセスでは、キーデバイスの開発にコロナ禍によるサプライチェーンの課題が少なからず影響したことは事実ですが、販売タイミングを大きく外すことなく、今年度第四半期にお届けできることを嬉しく思っております。What was the most challenging part during the development and manufacturing process of the new camera? After all, Panasonic has a completely new sensor and processor installed here. 正直申し上げて、すべての取り組みが重量級で、挙げればキリがないですが、思い返せば大きく2つの点が挙げられます。一つは新イメージセンサーの開発です。この開発にあたり、我々がテーマとしたことは、マイクロフォーサーズでありながら、フルフレームに迫るダイナミックレンジ性能を実現することと、マイクロフォーサーズならではの高速性とを両立することにありました。非常に挑戦的な取り組みであったため、そのプロセスにおいては苦難の連続でありましたが、ルミックスが持つ絵作りの思想をさらに一歩進めることができる優れたアウトプットを描き出すところまでたどり着けたのではないかと思っています。もう一つは、新画像処理エンジンの開発と、それに伴うカメラセットの立ち上げです。この新世代エンジンが持つ画像処理テクノロジーとコーデックのポテンシャルは大変素晴らしいもので、それは GH6 の多彩な動画記録モードからも感じていただけると思いますが、このハイレベルなパフォーマンスをクリエイターの皆様に満足してお使いいただけるレベルまで高めるためには、我々のノウハウとの組み合わせが必然でした。その一つが放熱技術です。熱源はエンジン、センサーだけではなく、新たに採用した CF エクスプレスカードも含まれ、小型で取り回しの良いマイクロフォーサードシステムのフォルムファクターに収めることは極めて挑戦的な取り組みでした。しかし、当社独自の放熱シミュレーションとフルフレームカメラ S1H にも搭載をしたアクティブクーリングシステム、これらに様々な改善を施すことで、正面紙で GH5 と同等のサイズを実現することができています。他にも、ハードウェア、ソフトウェアにおいて様々なノウハウが凝縮された GH6 をぜひとも多くのお客様にご体感いただきたいと思っています。Whom are you targeting with the new camera? I'm asking as it has a very wide selection of usage. おっしゃる通り GH6 は幅広い用途をカバーできるカメラになっていると思っていますが、コアターゲットとしてはプロモーションビデオ、コマーシャルコンテンツ、ショートフィルムなどのシナリオ映像やドキュメンタリーフィルム、あるいはウェディングなどのイベント収録を手掛けるプロのビデオクリエイターの方々に向けて開発をしてまいりました。一方で、そういったプロの方々だけではなく、YouTube などの動画配信を通じて、他の人たちとはワンランク違う映像表現やかっこいい映像を作り、自らを PR されたいクリエイターの方々にも幅広く使っていただけるのではないかというふうに思っています。また、GH6 は動画だけではなく、美しい写真描写力も備えています。仕事や趣味を通じて本格的に動画を始め、これ一台、ワンシステムで写真、動画撮影を完結されたいハイブリッドなクリエイターの方々にもぜひご愛用いただきたいと考えています。As far as you are concerned, what are the 3 new features that you like most in this new filming device?
まず一つ目は画質絵作りです。私もプライベートでは様々な撮影を行うのですが、GH6 の実写をしたとき、これまでのマイクロフォーサーズモデルとは明らかに異なる立体感、奥行き感に驚いたことを覚えています。これまでのマイクロフォーサーズからさらにワンランク上がった画質レベルへと成長していると思いますので、ぜひご体感いただきたいと思います。二つ目は映像表現力、特にスローモーションです。4K120p やフル HD の 240p、300p から得られる浮遊感は私の想像をはるかに超えるもので、写真撮影に没頭する感覚とは一味違った没入感を得ました。完成形を想像しながらアングルに試行錯誤する感じとでも言いましょうか。様々なビデオクリエイターの方々の想像力を刺激するものになっていると思っています。三つ目は手ブレ補正です。手持ちのスチール撮影で強力な補正が効いて立体感を描き出してくれている点もあるのですが、それ以上に動画撮影の際に不自然なフレームの動きがなかったんですね。パンニングとブレの見分け方が非常に優れているなと感じています。スペックシートの補正段数には現れない補正アルゴリズムの巧みな技の部分だと思っていますので、この点もぜひご体感してほしいと思っています。私は自社のフルフレームカメラも併用しますけれども、それと対比してみても GH6 は取って出しの画質性能とハンドリングの良さ、この2つがとてもいいバランスで仕上がっているなというふうに感じてまして、改めてマイクロフォーサーズは良いマウントシステムだなとも思っています。The new camera is a very clear statement that Panasonic is here to continue supporting the MFT format. And I wanted to ask the following. In the past, Micro Four Third cameras had a clear advantage over DSLRs, especially when it comes to size and form factor. But at present time, it is very common to see mirrorless APS-C and full-frame cameras of the same size or even smaller. As far as you are concerned, what is the clear advantage of MFT sensor size camera over the competitors? マイクロフォーサーズのレンズを含めたトータルの小型サイズによる機動性の良さは、フルサイズにはない価値であり、当社は豊富なマイクロフォーサーズのレンズ群を活かして、あらゆる撮影シーンに対応するシステム提案をすることができると思っています。先ほどターゲットカスタマーとして挙げた映像制作者がコマーシャル、プロモーションビデオ、ショートフィルム、ドキュメンタリー、ウェディング、イベントなどの撮影をする際に、マイクロフォーサーズのレンズ含めた小型サイズと機動性、高速レスポンス、最適な被写界深度、取り回しの良さが大きな武器になるというふうに考えています。さらに YouTuber が求めるカジュアルなシーンの撮影にもマイクロフォーサーズの用途は広がるとこのように考えています。このようにマイクロフォーサーズは非常にバランスの取れた扱いやすいフォーマットであり、使えるシーンが多岐にわたり、幅広いクリエイターの方々にお役立ちができるフォーマットだと考えています。Panasonic currently has two parallel running mirrorless camera lines, MFT and L-mount full frame. Taking into consideration that Panasonic resources are limited, like with most other camera manufacturers these days, why was the decision made to continue developing two separate lines as opposed to having the focus on one line? 我々は様々なクリエイターの方々が良質のコンテンツを制作していただくことに貢献することを目指しています。フルサイズに求めるクリエイターのニーズとマイクロフォーサーズに求めるクリエイターのニーズは重複していない領域が数多くあり、一つのフォーマットで対応するのは不十分であるとこのように考えています。したがって当社はフルサイズとマイクロフォーサーズの両フォーマットを強化をし、二つのフォーマットで幅広いクリエイターのバリエーションに富んだ撮影シーンに対応していくことを今後も続けてまいります。Back to the Lumix GH6, I have to say, to my taste, it is the best Panasonic camera I ever worked with. Somehow the image coming out of this camera is much better aesthetic-wise than anything I tested before from your line of cameras. And the picture is not as smooth anymore as before. So my question is, did the company change anything in the image capturing pipeline? After all, there is a completely new sensor and processor behind it. ありがとうございます。GH6 の絵作りは、Lumix の絵作りの思想から何も変わってはいませんが、これを支えるテクノロジーにおいては、おっしゃる通り、新開発のイメージセンサー、新開発の画像処理エンジンのなせる技です。特に、新開発のイメージセンサーが持つ解像、解調、色情報といった映像の素地となる情報の品位が圧倒的に向上していること、
そして新エンジンの持つ画像処理テクノロジーが大変素晴らしい。新たなディティール処理技術はこれまで以上に自然で立体感を感じさせるものへと大きく進化しています。また、ノイズリダクション性能も高まっています。ノイズの流浄性が向上し、自然なノイズ感を再現できていることに加え、滲みを抑えたノイズリダクション効果が得られるようになりました。色再現性のコントロールもさらに自由度を高めることができています。これらにより、ゼロ編集の画像や映像、いわゆる取って出しの絵をさらに美しく、撮影者のフィーリングに合うものへと進化させることができたのではないかと思っています。ジョニーさんのフィーリングに合っていることはとても嬉しいことで、我々のエンジニアも喜ぶに違いないというふうに思っています。Yamane-san, please allow me to ask about two things that haven't changed with this camera release. Although the GH6 is dedicated to filmmakers, the DFD contrast-based autofocus system is still considered to work best in photo mode. I will appreciate if you can come up with a clear statement and let our audience know why Panasonic is not moving away from that contrast-based autofocus and exploring new possibilities. GH6 の開発において、オートフォーカスは強化すべき点と捉えていて、これまで長きにわたり PD も含めたあらゆる可能性を検討してきました。ただ、この GH6 のタイミングにおいては、提供可能な画質レベル、新エンジンによる AF テクノロジーの進化度合いといった技術的な要素と、お客様に提供可能な開発タイミング、そして価格を含めたトータルのベストバランスを取りました。その結果、GH6 では PD 方式は採用していませんが、新エンジンが持つ AF テクノロジーの進化で、従来モデルから進化を遂げています。特に何に合わせるかという点においては、被写体の認識アルゴリズム性能を徹底的に進化させています。新世代エンジンでは被写界の検出速度が大幅に高速化をし、また自動認識アルゴリズムの進化により、例えば顔、瞳認識、後ろ向きの人物も捉え続ける頭部認識、そして遠く小さな被写体をも捕捉をする人体認識といった認識系の精度を向上させています。さらに画角から撮影意図を自動判別して背景抜けを抑えながらフォーカスし続けるようにも改善しています。もちろんどうやって合わせるかという点において GH6 のコントラスト DFT 性能は新エンジンの処理能力の大幅な強化によってこれまでよりも大幅に改善することができています。ただ勘違いしないでいただきたいんですが、これは PD をやらないと言っているのではありません。ルミックスは PD を含むあらゆる方式の可能性を検討し続けています。重要なことはさらに実用的な AF 性能に向けて進化し続けることです。仮にですけれども PD に限らず異なる方式と我々がこれまで培ってきている AF テクノロジーとの組み合わせによってさらなる進化を遂げる可能性は大いに秘めているというふうに思っています。将来に向けて様々なポイントから AF 性能を上げていく取り組みは絶え間なく行い続けていきたいというふうに思っています。The GH6 is a completely new advanced camera, yet Panasonic chose to use a similar GH5 family of camera housing for it. Is it a missed opportunity not to introduce a more modern look to your flagship MFT camera? Why was the decision made to go with an older body design? デザインは機能の一つだと捉えていますし、使用時の合理性を追求することが最も基本かつ重要な点であると考えています。GH6 のデザインはコンセプトメイクの段階から多数のユーザーの使い方を参考にさせていただくなど相当な検証を重ねてまいりましたが、やはり使いやすさの追求こそが GH のデザインを生んでいるという原点にたどり着いています。その要素をしっかりと追求し、継承していくことがルミックス GH シリーズのファンの方々の愛着をさらに深いものにしてくれる、その考えのもとで、細部にこだわり、生かすべき点はさらに洗練させ、改善すべき点も随所に施しています。ただ、古いデザインを全くそのまま継承したわけではありません。進化し続けるルミックスの顔、つまりルミックス S シリーズも含めたルミックス群、トータルのアイデンティティと GH デザインとの融合も図っています。Yamane-san, I would like to congratulate Panasonic for adding internal ProRes recording codec to this camera. This is of course great. I'm sure that our audience would like to know if there are any plans to support internal RAW recording too. ありがとうございます。クリエイターの方々のポスプロの自由度にもっと寄り添っていくために、業界で中間コーデックとして対応されるプロレゾに対応することは重要と考え、GH6 に搭載いたしました。
おっしゃるように、ロー記録に対応できると編集自由度はさらに高まると思いますが、残念ながら、量産開始時点では搭載をしていません。必要性は十二分に認識しており、引き続き可能性を検討してまいります。By the way, at the time of the release of this camera, you have already announced a future firmware update. Can you please highlight what it will bring? 一つ目は動画ローデータ出力です。親密なパートナーでありますアトモス社との協業で、これまでにフルフレーム S シリーズのみならず、マイクロフォーサーズシリーズでのロー出力対応を進めてまいりましたが、GH6 も例外ではありません。現在、GH6 のハイフレームレートを最大限に生かした DCI4K120p の動画ローデータ出力機能をアトモス社と共同で開発しておりますので、楽しみにお待ちいただければというふうに思います。二つ目は、Apple プロレゾ内部記録モードの拡充になります。量産1号機の 5.7K30p、25p、24p に加え、DCI4K やフル HD の記録も可能になりますので、こちらも楽しみにお待ちいただければというふうに思います。三つ目は、USB 経由でのポータブル SSD へのダイレクト記録になります。昨今は、記録メディアの多様化が進み、カードタイプのみならず、ワークフローの合理性から外部メディアへの記録についてもご要望を多数いただいておりますので、開発を進めております。最後になりますが、4つ目は HDMI 経由での 4K120p 映像出力になります。これはローデータではなく、いわゆる HDMI ビデオです。GH6 は業界に先駆け HDMI2.1 に対応していまして、4K120p の HDMI 再生を可能にしています。これを将来対応するレコーダーが出てくるタイミングでライブビュー中の HDMI 出力ができるようにしたいと考えています。このようにクリエイターの皆様の映像表現をまた一歩進めることができる機能になると思っていますのでご期待ください。Now, if I'm not mistaken, this is the first time that Panasonic is introducing a dynamic range boost mode feature. In a nutshell, what does this mode do? And will it replace your current dual ISO feature found in most of your other cameras? 取り回しの良いマイクロフォーサーズでありながら、フルフレームに迫るダイナミックレンジを実現するものです。これは、本イメージセンサーを新開発する中での一番の狙いとして取り組んでまいりました。マイクロフォーサーズのカメラサイズやセンサー面積を考えれば、一見不可能にも思えるかもしれませんが、我々は知恵でもってここをブレイクスルーしたかったということになります。その一端を担うものがデュアルネイティブ ISO テクノロジーであり、いわばダイナミックレンジブーストはその進化系と捉えていただくのが良いと思います。ただし、これがデュアルネイティブ ISO に必ずしも取って変わるものではないと考えています。なぜならば、やはりデュアルネイティブ ISO は広いピクセルピッチを有するセンサーとの相性が良く、高い SN 性能の恩恵を得やすいわけで、ダイナミックレンジブーストとは異なる特徴を有していると考えているためです。そのため、市場ではカメラごとのコンセプトや特性に応じて使い分けられ、共存する時代に入るのかなとも思っています。大切なことは、この選択肢により、クリエイターの皆様の映像表現の自由度が上がることだと思いますので、双方の良さを感じていただきながら、例えば GH5S や BGH1 と GH6 をお使い分けいただければとこのように考えています。Can you please share a word about your full-frame S line of cameras? In this competitive market, it seems as if people are waiting to hear what to expect next. GH6 で新エンジン、新センサーを開発しましたが、小型サイズでこれだけのパフォーマンスを出せるということは、フルサイズの世界だとまた違う世界が広げられる可能性があると考えています。当社はフルサイズとマイクロフォーサーズの両フォーマットで幅広いクリエイターのリッチコンテンツ作りにお役立ちをするという考え方で進めていますが、ぜひ次のフルサイズモデルでの進化も期待をしていただきたいというふうに思っています。今後はGH6 で培った技術のノウハウをフルサイズモデルにも展開することで、クリエイターの想像力をかき立てられるカメラを作ってまいります。今後とも Lumix の進化をぜひご期待いただければと、このように思っています。Thank you, Yamane-san. It was truly nice talking to you as always. Thank you very much, Johnny-san. I really enjoyed talking with you. GH6 has full of potentiality to create the future of microprocessors. Please stay tuned. Thank you guys for watching, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.